皆さんこんにちは。今回は福島県東山温泉にある庄助の宿滝の湯をご紹介します。滝の湯は伏見ヶ岳を望む絶景露天風呂と貸し切り風呂が自慢の温泉宿です。今回はおそらく最も景色のいいお部屋の一つ、無双庵の特別室に宿泊しました。大浴場と6つの貸し切り風呂も全て撮影させていただきましたので、ぜひチャンネル登録の上じっくりご覧いただいて、宿泊の際にはお風呂選びの参考にしてみてください。さてこのチャンネルは私が実際に宿泊した宿について、館内全体からチェックイン、お部屋、お風呂、食事、チェックアウトまで臨場感のある動画を目指しています。特に温泉についてはなるべく実際に入浴してお湯をご紹介するようにしています。一通り見てもらえば宿の全体が分かるようにしていますので、ぜひ皆さんのホテル選びの参考にしてもらえると嬉しいです。滝の湯に到着しました。会津東山温泉の開湯は約1300年前、山形の上山温泉、湯の浜温泉とともにかつて奥羽三楽郷と呼ばれました。滝の湯は創業130年、客室は全50室。全室で渓流の眺望が望める宿となっています。エントランスです。時期がお正月でしたので新年の飾りがされていました。フロントロビーです。じゃらん売れた宿ランキング1位の盾がありました。フロント前のロビーです。ここからも滝は見えますが、ビューラウンジの方が見えやすくなっています。フロントは4階、大浴場と貸し切り風呂は1階にあります。フロントの脇には色浴衣のレンタルコーナーがありました。浴衣と帯を無料でレンタルすることができます。子供用の浴衣も用意されていました。パソコンコーナーは無料で利用できます。セレクトショップ花かすみ、赤べこクッキーや喜多方ラーメンなど福島の定番のお土産が並びます。会津エローソクや会津塗りの食器などもありました。地元のお酒もたくさん売っていました。ビューラウンジ小手まり。お正月でしたので甘酒が振る舞われていました。コーヒーやアイスシャーベットも無料でした。ラウンジではウェルカムフードをいただけます。今回は抹茶と松本屋の水羊羹でした。抹茶と羊羹最高の組み合わせですよね。お部屋をご紹介します。お部屋がある5階フロアです。浴衣がありました。はい、今回のお部屋は無双庵特別室520おしどりというお部屋ですね。廊下挟んでね、すぐ向かい側に喫煙コーナーと自販機のねコーナーがありました。これはちょっと嬉しいですね。で、鍵とキーホルダーはねこんな感じになってます。こちらが玄関ということになってます。玄関はねちょっと狭めにはなってますけれども、畳が敷いてあって、和風の雰囲気ですよね。こちらは水場といいますかね、こういった砂糖とかインスタントコーヒー、それからカップやグラスが置かれてます。そして冷蔵庫はね下にあるんですけれども、冷蔵庫、ビールとかね、奥の方にはねお酒とかミネラルウォーターなんかが入ってますけれども、冷蔵庫内の飲み物はいずれも有料ということになってます。それではお部屋にね入ってみたいと思いますけれども、お部屋はこんな感じになっています。
こちらの滝の湯は基本的には全室リバービューといいますか、川側にお部屋があるということですけれども、こちらの特に特別室、無双湾の特別室は景色がいいということで、まずちょっとね奥まで行ってみますけれども、お部屋からの景色はこんな感じで、川と滝が見えて、さらにこの能の舞台が見えるという非常にいい景色になってます。あちらの方でね滝になってまして、あの辺りの滝の辺りには露天風呂やね貸し切り風呂があるということで、お風呂に入りながら滝が見えるというのがこの滝の湯の一つの売りになってますよね。そしてなんといってもこのお部屋からは正面にこんな感じで能の舞台が見えます。でこちらに関しては夜にねプロジェクションマッピングが行われるということで、ちょっとそれはね楽しみですよね。改めてお部屋を見てみますとこんな感じになっています。比較的広めのね一間の和室ということになってまして、全体で14畳プラスアルファという感じのお部屋になってますね。全体にね和室で若干古い感じには見えますけれども、これはこれでね味のあるお部屋かなというふうに思いますね。こちらは床の間ということになってます。やはり床の間があるとね和を感じるかなという感じですよね。こちらにはねお茶のセットがありまして、こんな感じになってますね。そしてこちらにはねテーブルと座椅子がありますよね。それでこれがねちょっと面白いんですけれども、お茶菓子で黒糖まんじゅうなんですけれども、下にねこうやって火をつけれるようになってて、ほかほかにね温めていただけるということになってますね。蓋をして火をつけます。おー、これは美味しそうです。こちらは館内のご案内ですけれども、こちらの滝の湯は貸し切り風呂が6個あるんですね。非常にたくさんあるんですよね。天空風呂っていうのが2つあって、それから1階の滝が見えるお風呂が4つあって、でどれもね非常に特徴のあるお風呂なんですよね。でこちらに関してはどれも撮影させてもらいましたので、後ほどご紹介したいと思います。チェックインの時間が14時で、チェックアウトは11時ということになってますね。で今回はですねお部屋食ということで、朝食はね今バイキングはやってなくて、2階のお原亭というところで和食膳ということになってます。それからね湯上がりどころに生ビールとソフトクリームと麦茶があるということで、こちらは後でねお見せしたいと思います。ウェルカムフードということで抹茶と和菓子が用意されているということでした。でそれからですねもう一つ、このプロジェクションマッピング、これに関しては夜9時から10分間行われるということで、こちらも楽しみですよね。テレビこちらにね、置かれてますけれども、40インチぐらいのね大きさのテレビということになってますね。そしてこちらにはクローゼットがありまして、クローゼットはねこんな感じになってまして、ジンバ織りがかけられてますよね。でこちらにはねバスタオルと、それから足袋ですね。こちらフェイスタオルですね。それから浴衣、これ男性用の浴衣ですね。女性用の浴衣はエントランスの脇に置いてありますので、そちらを借りるのがいいかなというふうに思います。そしてこちらが洗面やトイレということになります。洗面ですけれども、こんな感じの陶器のねシンクになってて、シンプルな感じのね洗面になってますよね。アメニティもねこちらに歯ブラシが置いてありますけれども、あとはこんな感じの化粧品ですね。コーセーの化粧品とポーラの化粧品、あとはこういった感じの使い捨てのねメイク落としとか、そういうのが置いてあります。宇宙に相当するお風呂があるんですけれども、こちらちょっとね、びっくりなんですけれども、ヒノキ風呂ということになってます。ちょっとかなり狭い感じのねお風呂にはなってて、温泉ではないようですけれども、それでもねちょっと雰囲気のいい感じの内風呂になってますよね。それからこちらにはトイレがあります。トイレはね一般的なウォシュレット付きのトイレということになってますね。
貸切風呂をご紹介します。滝の湯の貸切風呂は6つあり、いずれも素晴らしいものでした。今回は全ての貸切風呂を撮影させてもらいましたので、ぜひ皆さんが選ぶ際の参考にしてみてください。以下料金は45分あたりとなりますが、お得な貸切風呂付きプランもありますのでチェックしてみてください。屋上の貸切露天風呂は星空の湯と月見の湯があります。ではまずは星空の湯行ってみたいと思います。こちらがね、星空の湯の鍵ですね。ちょっと漢字が難しい感じになってますけれども、脱衣所はこんな感じになっています。基本的にはね、貸切風呂ですので、2、3人分の大きさの脱衣所ということになってますね。そしてお風呂こんな感じです。素晴らしいですね。完全にね、上が開放されてます。湯船はね、こんなに大きな湯船になってて、石でできたようなそんな感じの湯船になってて、こちらは浅くなってて、おそらく足湯のようなそんな感じの使い方ができるのかなというふうに見えますね。で、お湯はこちらからね、源泉かけ流しということで出てますね。滝の湯という名前が見えますけれども、これは本当まさに星空の湯という感じでしょうかね。夜に星が出てたら最高じゃないかなというふうに思います。はい、続いて月見の湯ですね。こちらの鍵はね、こんな感じになってますね。こちらもね、脱衣所に関しては星見の湯と同様のね、比較的小さめの 2,3 人程度の使用を想定したような、それぐらいの脱衣所になってますね。そしてこちらが屋上露天風呂のもう一つ、月見の湯ということになります。でこちらもね、お風呂の感じといいますか、お風呂の大きさとか、それから石でできた感じとか、そういったあたりは星空の湯と同様ですけれども、やはり何といってもこういった形で上が完全にね開いていて、で向こう側には滝の湯というのが大きく見えます。川を見るにはね、ちょっと乗り出さないといけませんので、川はちょっと見えにくいんですけれども、それでもね、これだけの開放感のあるお風呂であれば非常に気持ちいいのかなという感じに見えます。もう本当にこれね、昼でも十分いいんですけれども、夜晴れて星が見えてればもう本当最高かなという感じがします。お湯はね、こちらから源泉が出てますけれども、他のお風呂と同様に無色透明無臭のね、アルカリ性の硫酸塩塩化物泉ということで、透明なお湯という感じで入りやすい感じのね、お湯になってますよね。屋上貸切風呂以外の貸切風呂4つと大浴場は1階にあります。いざ酔いの湯っていうお風呂と小助の湯という貸切風呂があります。いざ酔いの湯行ってみたいと思います。鍵はね、こんな感じになってますね。こちらがいざ酔いの湯ということになりますね。でまずパッと見てね、分かりますけれども、こちら窓がないんですよ。屋根はあるんですけれども、奥の方完全に開放されて、今ちょうどね、雪が降っていて、この雪と滝がね、よく見えますよね。この景色はちょっと素晴らしいかなというふうに思います。こんなすぐ近くにね、滝が見えるんですよ。すぐそこはね、もう滝になってまして、結構滝からね、落ちてるんですね。そしてお風呂はこんな感じで、壺のような感じのお風呂が2つあります。大きさ的にはね、大人1人で入れるぐらいの大きさの壺のお風呂という感じになってますね。でこんな感じでリンゴが入ってます。源泉はこちらから出てますけれども、源泉かけ流しで、お湯自体はね、他のお風呂と同様に
無色透明無臭の非常に透明な感じのねお湯になってますね。こちらのお風呂もなかなかいい感じのお風呂ですよね。そしてね、こちらにはね洗い場が一応用意されてますので、ちょっとここシャンプーがねないように見えますけれども、一応洗うことも可能かなというふうには思いますね。こちらが庄助の湯ということになってますね。キーホルダーはねこんな感じになってます。こちらがね着替えのスペースになってまして、やはりこちらもねちょっと狭い感じにはなってますね。でもこのまま直接ねお風呂があって、一応こういう感じで洗い場といいますか洗うスペースがあって、こちらのシャンプーなんかはねシャンプーバーということで、外に用意されてますね。そしてこちらが庄助の湯ということになります。桶型のね湯船が2つありまして、こちらの桶はね金属製になってますね。で下の方にすのこといいますか板が敷かれてて、ちょっと段差があるようなそんな感じになってますね。そしてやはり何といってもこの景色ですよね。上にね屋根はかかってますけれども、正面は開放されていて川がね流れてるのが見えます。少し乗り出すとこんな感じで、そちらの方にね滝も見えてますよね。非常に雰囲気のいいお風呂になってます。こちらから源泉かけ流しということになってます。こんな感じでリンゴも入ってますね。こちらはね後で入ってみたいと思いますので、はい、それでは貸切風呂庄助の湯入ってみたいと思います。結構ねこの鉄でできた湯船が狭いんですよね。足はねもう完全に反対側に届くぐらいの大きさで、そしてこちらにすのこというか板があって段差があるんですよね。ですので本当これはもう1人専用といいますか、隣にもねもう一つありますので、2人の場合には1人ずつ入るようなそんな感じのお風呂になってますね。そして上を見ますと屋根はかかってますけれども、目の前がねこんな感じで完全に開放されていて、向こうの方にね能の舞台が見えるということで、なかなかの景色かなというふうに思います。ちょっと乗り出すとこんな感じで滝も見えるという感じになってますね。とてもね雰囲気のいい感じの桶風呂ということになってます。こちらね最初からリンゴ入ってましたけれども、こちらから源泉が出てまして、お湯はね無色透明無臭で pH が 8.5 の硫酸塩の塩化物泉ということで、特にねツルツルしたりとか特徴はないんですけれども、柔らかい感じといいますかね、入りやすいお湯というふうになってますね。源泉はねかけ流しになっているようなんですけれども、一応循環とろ過はされているということですね。ちょっと狭めではありますけれどもね、こちらの川が見える絶景のねこういったお風呂に一人で入れるというのはなかなか価値があるのかなというふうに思いますね。そしてこちらが貸切露天風呂幻の湯ということになります。ここはまだね幻の湯には入ってない共用部みたいな感じなんですけれども、こちらちょっと面白いですよね。ドッグバスということで、ここはおそらくワンちゃんがね入ってもいいようなそんな感じのお風呂になってます。ここからもね結構川がしっかり見えて、そしてねこちらの能舞台がよく見えます。そしてこちらが幻の湯ということになってます。鍵はこんな感じのね鍵になってますね。幻の湯の脱衣所はこんな感じになってまして、やはりこちらはね
広さはそれほどでもないんですけれども、そしてこちらにはねトルマリン石の空間ということで、これサウナではないんですけれども、こちらでねトルマリン風呂ということで、ちょっとサウナっぽい感じのスペースにはなってますけれども、こちらはあったかくはないみたいですね。こちらが幻の湯ということになります。こちらはね滝の湯の貸し切り風呂の中では唯一こんな感じで岩風呂といいますか、そういう感じの雰囲気になってますよね。そして屋根はねかかってますけれども、奥はもう完全に開放されてて、川と竹林が見えて、川の音、滝の音がねとてもいい感じに聞こえます。結構ね湯船広めなんですよね。こんな感じで吉津がかかってはいますけれども、とても雰囲気のいい感じのねお風呂になってます。こちらにはねリンゴが入ってますよね。最後にご紹介するのは天寧温泉。2021年にリニューアルされた新しいお風呂です。はい、こちらが貸し切りの大浴場ということで、天寧温泉というお風呂ですね。戊辰戦争時、土方歳三が傷を癒した天寧寺温泉から名付けられたようです。こちらが天寧温泉ということで、ちょっと行ってみたいと思います。鍵はねこんな感じになってますね。建築家が木のぬくもりと天然石の質感にこだわったお風呂ということです。すごい広いですよね。もともとは大浴場として使われていたお風呂ということで、脱衣所とねこういった休むところがとても広いスペースになってます。洗面のスペースもねこんな感じで広く取られてまして、こちらがロッカーもたくさんありますよね。これがね貸し切りで使えるということですので、湯船やはりね大浴場ということで非常に広い湯船になってます。そして洗い場もねこちらに4つとこちらに2つあって、もう本当貸し切りにしてはとても贅沢なお風呂になってますね。なんといってもやはりこの川と滝がね目の前に見える景色素晴らしいですよね。露天にはなってないんですけれども、窓でこうしっかり仕切られてはいますけれども、この景色を見ながらね入れるというのは素晴らしいですよね。そしてさらにこちらにはなんとヒノキ風呂。こちらのヒノキ風呂は少し小さめですので、2、3人で入れるぐらいの大きさのヒノキ風呂で、やはり目の前には川が見えて非常にいい景色が望めますよね。こちらからね源泉が出てまして、お湯に関しては無色透明で無臭のお湯と非常に透明度の高い感じのねお湯になってますね。大浴場をご紹介します。新選組の副長だった土方歳三が東山温泉で治療をしたそうです。下には新選組の大器の誠、会津藩の小原章介さんが滝の湯を気に入っていたところから章介の宿と名付けられました。こちらは小原章介さんが愛用したという石風呂。廊下の左側に見えるのは湯上がり所。こちらの湯上がり所には幻の湯と足湯の出入り口があります。こちらがなんと足湯になってるんですよね。この下の方に足湯があります。そしてねこの景色素晴らしいですよね。上の方にね能の舞台見えて、
下には川が見えて、こんな感じで滝まで見えます。大浴場はこの先です。とても綺麗な廊下になっています。こちらも湯上がりどころになっています。ソフトクリーム、ビールがサービスです。時間限定ですのでご注意ください。こちらは女性専用シャンプーバー、好きなシャンプーを使用できます。まずは右側の小スケ風呂と古の湯をご紹介します。長めの畳敷きの廊下には会津で作られていた着物の染め方紙が展示されています。脱衣スペースからパウダールームです。2つに分かれていて、かなり広く清潔なスペースになってますね。アメニティも用意されていました。大浴場もこだわり仕様ですので、石や木の材質、お湯などにご注目しながらご覧ください。こちらが大浴場の露天風呂の古の湯というお風呂になりますね。湯船はね、石でできていて、上に木が縁取られていますよね。で、奥にはこんな感じで、滝が見えるという感じになってます。お風呂の奥にはこんな感じで滝が豪快に見えてます。すごい景色ですよね。そしてこういった景色を見ながら入ることができるお風呂ということになっています。かなり曇ってはいますけれども、お風呂はこんな感じになっています。こちらのお風呂がね、ヒバのお風呂ということになってまして、全面が木製のねヒバでできていて、下の面もね完全に木でできていますから、非常に雰囲気のいいお風呂になっています。奥の方にはねリンゴが置かれてまして、リンゴ風呂ということになってますね。こちらは源泉 100% をかけ流しということになっているそうです。こちらが小助風呂というお風呂ですね。こちらは大谷石という石が使われていまして、上に木が縁取られているようなそんな湯船になっていますね。そしてお風呂の奥の方からはこんな感じで豪快に滝が見えています。すごい景色ですよね。こちらは源泉かけ流しですけれども、循環ろ過はされているということになっています。で、下の方にねこんな感じでトルマリン石という石が入っていて、温泉にねちょっとアクセントを加えているという感じになっています。続いて左側の伏見の湯と滝見の湯をご紹介します。パウダールームから脱衣スペースです。とても綺麗ですよね。こちらもこだわりのある湯船が並びますので、ぜひご覧ください。こちらが滝見の湯ですね。これは本当素晴らしいですよね。こんな感じでね、屋根はかかってるんですけれども、奥の方完全に開放されていて、滝がものすごい豪快に流れてます。こちらにはね洗い場がありますね。お風呂の端の方まで来るとこんな感じですよ。
こちらがヒノキ風呂ということになってます。こちらもね、ガラス越しに奥の方には滝が正面に見えるというお風呂になってますね。ここにリンゴもね入ってますけれども、源泉 100% かけ流しということになってます。全面ヒノキで床までヒノキですので、非常に雰囲気のいいお風呂になってますよね。そしてこちらのお風呂は伏見の湯ですね。こちらの小さい湯船のお風呂は小助桶風呂ということになっています。はい、今回お部屋食ということで、ほとんどもう最初にね一通り運ばれて、こちらが先付けですね。それからこちらメインの一つの鍋物、牛しゃぶですね。これが酢の物ですね。向こう漬け、書き初め盛り、お作りですね。それからこちらがもう一つのメインの焼き物の牛ステーキということになります。こちらはお子様メニューで、メインのしゃぶしゃぶとステーキは同じなんですけれども、こちらがちょっと違ってますね。こちらがメニューですね。心あったか会津料理ということになってます。先付けですね。これ梅の花かな。これが筋子のかす漬けですね。こちらが金柑ですね。こちらは鮭の昆布巻き、栗の渋皮煮、こちらが紅白の梅餅、エビの生ハム巻き、鮎の甘露煮、小餅鮎ですね、これね。こちらが煮物椀、ロブスターの最強仕立て、いただきます。こちらが今日のメインの牛ステーキ。ステーキが焼けてきました。美味しそうです。こちらが牛ステーキ、焼き物ですね。これが向こう漬け、書き初め盛り、お作りなんですけど、面白いのはこれがまず筆になってですよね。それからこちらが芋なんですけど、これすずりの形をしているということで、とてもお正月っぽい感じのねお作りになってます。マグロ、こちらがスズキですね。こちらはブリの照り焼き、これは酢の物ですね。こちらもメインの一つ、鍋物、牛しゃぶですね。こちらもメインの一つ、牛しゃぶ。こちらが三色そうめん。色がね、ピンク色のと黄色のと白のがね、混じってますね。こちらが二物。こちらはナマズを巻いたものですね。こちらのご飯はコシヒカリですね。広島菜紫漬け。こちらの味噌汁はクジラ汁。こちらクジラですね。こちらがデザート、ラ・フランスのコンポート。
夜のお楽しみはプロジェクションマッピングですよ。こちらのラウンジでは音楽とともに見ることができます。これはお部屋からの映像です。イントロが始まりました。本編はもっとダイナミックな映像で会津の四季や伝統をテーマに展開され素晴らしかったです。本編は撮影禁止となっていましたのでここまでです。ここから先は宿泊した際にご覧ください。庄助の宿滝の湯からの夜の景色です。昼はねとても晴れてたんですけれども、夜こんな感じで雪が降ってきてすごくいい感じになってます。滝もそちらの竹やぶも、それから家臣殿、この能の舞台もね全部ライトアップされててとても綺麗です。夕食の後ねこんな感じで布団を敷いてもらいました。お部屋からのタイムラプス映像です。朝のお部屋からの景色です。昨日の夜ね結構雪が積もったので若干景色が昨日とは変わったのかなという感じに見えますね。特にこちらのね家臣殿のね屋根の上にはちょっと雪が多めに積もってますよね。では今から朝食を食べに行ってきます。朝食会場原亭です。畳の廊下を少し歩きます。朝食会場です。大きな和室の会場になっていました。本来であればビュッフェバイキングのようですが現在はお膳となっています。ドリンクと一部の食材はバイキング形式になっていました。こちらは寄せ豆腐。出来たての餅にはその場で具材を乗せてくれます。ちょっと珍しい納豆餅をいただきました。定番のあんこもいただきます。納豆餅です。納豆好きとしてはたまらないですよね。あんこも出来たてで美味しかったですよ。こちらは寄せ豆腐、とろとろでした。サラダです。栗きんとん、お正月っぽいですよね。こちらはマスのお刺身。デザートは杏仁豆腐でした。ハーフバイキングのような感じでいい感じでしたよ。庄助の宿滝の湯いかがでしたか？滝の湯という名前の通り絶景のお風呂に大満足でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、ぜひチャンネル登録の上引き続きご覧ください。滝の湯から車で約10分、鶴ヶ城へ行ってみました。鶴ヶ城といえば桜の時期が有名ですが、冬の鶴ヶ城もとても良かったのでぜひご覧ください。駐車場は複数ありますが、今回は東口から入りました。
お堀もすっかり雪景色です。こちらは廊下橋、遠くには鶴ヶ城の天守閣が見えます。鶴ヶ城の天守閣は1593年に竣工され、明治初期に一旦取り壊されましたが、昭和40年に復元されました。こちらが鶴ヶ城天守閣です。本来赤瓦が入るお城ですが、雪で全体が真っ白になっています。天守閣に登ってみることにしました。内部は5層に分かれていますが、エレベーターはなく階段のみになっていますので、足の不自由な方はご注意ください。1層目と2層目は撮影禁止となっていましたので、3層目からご紹介します。3階は戊辰戦争がテーマとなっており、当時の騒乱の様子や白虎隊の隊員の画像などが飾られています。さらに登ります。4階は明治時代の会津を生きた人々の写真などが飾られています。さらに登ります。ようやく頂上に来ました。外を見てみます。なかなかの絶景です。会津の街並みが一望できます。出口の前には売店がありました。会津の工芸品なども多数売られていて、かなり大きな売店です。パンフレットによく載っている角度からの映像です。今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の上引き続きご覧いただけると嬉しいです。